こんにちは。今回は、注目度高めの日産オーラについて、レビューしていきたいと思います。私も大好きなので、オーラファンの方と一緒にコメント欄でも楽しめたら嬉しいです。それでは行きます。Now loading。日産オーラは、全長 4045mm、全幅 1735mm、全高 1525mm の車です。日産ノートは、4045mm、1695mm、1520mm なので、車幅がノートに比べて少し大きめの車種ですね。オーラのグレードは、7種類あります。2WD と 4WD で大きく分けられていますね。今回メインで紹介するのは、GFOUR レザーエディションと呼ばれるグレードです。車両価格で、304万、1500円ですね。価格は高いですが、人気の高いグレードの一つです。では、GFOUR レザーエディションの外装から見ていきましょう。まず、フロントフェイスですが、全グレード標準のシグネチャー LED ポジションランプは、かっこいいですよね。中心部から徐々に末広がりにポジションランプが点灯していて、高級感漂っています。私も含め、多くの方々がこの細めのポジションランプに目を惹かれたのではないでしょうか。ヘッドランプも点灯させてみます。細めのヘッドランプとポジションランプが重なり合っていますが、それでもまだ細めに見えてしまいます。よーく見ると、ヘッドランプは4眼タイプですね。ハイビームにすると、今消灯している一番手前のランプが点灯します。この仕様は、アダプティブ LED ヘッドライトが装備されていませんでしたが、装備されていると、このヘッドランプ内部の照明が自動で動くということですね。分割線もランプ端末から伸びていて、かっこいいです。そして、みんな大好きフロントグリル部ですが、メッキの採用はなく、ブラック塗装となっています。遠目に見ると、深みのある色味で、かっこいいですね。近々マイナーチェンジすると言われている、日産ノートですが、フロントグリルに、デジタル V モーションが採用される可能性が高いようですね。私は、今のオーラのフロントグリルのデザイン好みですが、皆さんはいかがでしょうか？エンブレムはマットなデザインで点灯はしないみたいです。グリル上部の部品もブラック塗装で、エンブレムがより目立つような配色ですね。真横から見てみると、塗装の反射が綺麗ですね。若干ですが、ボンネットが外にはみ出しているのが気になりましたが、どんな意図があるんでしょうかね？フロントロアを見てみます。ロアには、フォグランプがついています。どのグレードにも標準採用です。フォグランプ周辺をマットなシルバー塗装で強調しつつ、周囲はブラック塗装で遠泳感を強めています。チッピングによる傷がやや気になりますが、砂利道を避けたり、十分な車間距離を確保して走行すれば問題ないはずです。また、空力用の穴もボディサイドについていました。抜かりのない作りで最高です。続いて、サイドから見てみます。ツートーンカラーで、ドアサッシから上は、ブラック塗装になっています。クォーターガラスは採用されていませんが、そのおかげなのかスタイリッシュに見えませんか？リア席後ろの配色をよく見ると、同じ黒でも見え方が全然違います。ちょっと拡大して見てみましょう。フロント側から見ていきますね。フロントドア端末までは駆け上がって、そこから徐々に下に丸く下がっていきますね。ただ、ルーフとドアサッシュの反射の仕方がやや異なり、ルーフの方が艶が高いですね。このリアの分割線が特にかっこいい。ルーフスポイラーもさりげなくついていますね。このくらい控えめでもやはり搭載されているとかっこいい。ドアミラーはよく見ると、サイドターンランプがついています。ディーラーオプションでシーケンシャルタイプも選べるみたいですね。実際に点灯させた際のイメージはこんな感じでした。LED が内部で反射して、シーケンシャルのように見えないのは気のせい？まあ、これでも十分な気もしますが、下から覗き込んでみると、アラウンドビューモニター用のカメラが装備されていました。見えづらい時は、たまにカメラ拭き掃除してみるといいかも。タイヤですが、幅 205mm、扁平率50、17インチです。ホイールには、樹脂製の加色が装備されています。素人がタイヤ交換するには少しハードルが高そうですが、このデザイン、私は好みです。ただ、安さ意識でアルミホイールもあると嬉しいかな。給油口はドライバー側に配置されていますが、押し込んでも開きません。ドライバー席にあるレバーでロック解除が必要です。リッドのロックを解除してみました。キャップ付き給油口ですね。リッド裏面にキャップを立てかける機構はついていませんでした。そして、リアです。リアのランプは中央に横筋一線タイプで、中央に日産ロゴですね。個人的には、NISSAN ではなく、オーラの中央ロゴでもかっこいいかと思いました。分割線はかなりはっきりと箱型ですね。
アッパー部はツートーンも相まって漆黒な雰囲気がいいですね。リアランプを点灯させてみます。今ハザード点灯させていますが、サイドランプが点灯していますね。近づいて見てみると、こんな感じ。LED リアコンビネーションランプを点灯すると、このようになりました。中央で切れているのが惜しいですね。最近似たようなデザインで、クラウンスポーツが発売されましたが、この細め LED は、先進感がありますね。スポーティーさも感じられます。いずれ、この中央も繋がってくれると最高なんだけどな。ただ、オーラの後ろについたら、リアがかっこよくて、しばらくついていってしまいそうですね。リアアッパーは拡大するとこのようになっています。このスポイラーが素敵ですね。こちらは車幅等で、メーカーオプションでリア LED フォグランプを付けられます。リアのロアを見てみます。上面はブラック塗装ですが、底面は無塗装樹脂でした。多少小石が当たっても傷が目立ちにくくなっていますね。排気口はこの位置にあります。では、バックドアを開けて、ラゲッジスペースを見てみましょう。このグレードは 4WD なので、多少ラゲッジの底面は高めです。底面のさらに下を見てみます。板は結構薄めでしたが、下には発泡スチロールの支えがありました。板の裏面には何か書かれていましたが、PP とか PET が書かれていますね。TD20 は一体何なのでしょうかね。よく見ると、一枚板というより、L 字形状となっていて、ヒンジっぽいバネがついています。板が薄いのでブカブカしないようにするための対策なのかもしれません。引っ張り外すとこんな感じです。触り心地はまあまあですね。ただ寝るなら何か敷きたいです。そして、先ほどの発泡スチールを見てみます。この分厚い布っぽいのは何でしょうかね。おそらくこの下に何か仕込んでいるように思いますが、今現時点では何かわかりませんでした。そして、この場所に本来バッテリーが搭載されますね。ラゲッジに何か濡れたものを積載する際は、要注意ですね。水漏れでバッテリーまで濡らさないように、オプションの防水仕様のラゲッジソフトトレイを購入するか、社外品で防水マットを購入しておくと安心ですね。それ以外は、応急キットなどの収納がありました。バッテリーの奥には実はアンプが潜んでいますね。このアンプによって、坊主スピーカーの音を調整しているわけですが、これも伝送品なので、濡らさないようにしないといけないです。この樹脂ケースは取り外せるみたいですが、樹脂ケースを取ると、アルミのフィンがついていて、放熱するような構造になっています。結構発熱しているかもしれないですね。では、リアシートを見てみます。ラゲッジルーム側からでも、シートを容易に倒せるような作りになっていました。レバーを親指で押し込むと、このように倒せます。では、反対側も同じようにシートを倒してみますね。はい、無事リアシートすべてリクライニングを倒しました。4WD 仕様だとこのようにフルフラットになります。フルフラットが好みの方は、4WD がおすすめかもしれませんね。ただ、2WD でもパッドや収納ケースで段差をなくすことはできるので、お財布と要相談ですね。リアシート側から見てみると、このようなイメージです。いかがでしたでしょうか？日産ノートに比べて、オーラは少々高めの価格にはなりますが、オーラを見ずしてノートを購入しない方が良いですね。絶対に後々後悔すると思います。そんな日産オーラはこれからも継続して調査していくので、今後の動画も楽しみにしてください。それではまた。